皆さんこんにちは、アロハスイートです。今回はリクエストをいただきました裏生地付きのコップ袋の作り方を紹介します。前回の動画では裏生地なしのものを作りましたが、今回はそれに裏生地をつけました。裏生地付きにした場合、端の処理がいりませんので、ジグザグミシンなどは使わずに直線縫いだけで仕上げることができます。出来上がりサイズは縦17センチ×横12センチ、まち6センチです。材料です。表生地と裏生地、生地の色に合ったミシン糸、袋に通す紐とループエンドをお好みで用意してください。袋に通すカラー紐は55センチに2本カットしておきます。型紙です。下側を輪にして縦23センチ×横20センチの型紙を作ります。表生地と裏生地、それぞれ1枚ずつ生地をカットします。型紙作りにはこういった方眼タイプの型紙用紙があると便利です。23センチ×20センチに型紙をカットしました。生地の下側を輪にして生地の柄を見ながらカットした位置に型紙を置きます。ずれないように待ち針で固定したらハサミでカットしていきます。裏生地側も同じように生地をカットします。表生地と裏生地、これで生地の裁断が完了しました。そしたら生地をそれぞれ中表に半分に折り、あき止まりの線を描いていきます。今回は袋の両側から2本の紐で縛る両口絞りにするので、両サイドにあき止まりを作ります。上から9センチのところにそれぞれあき止まりの線を描き、端から1センチのところをそれぞれあき止まりの線まで縫います。1本の紐で片側から絞る片口絞りにしたい場合は、どちらか一方にあき止まりの線を描き、もう一方は上まで縫います。先ほど引いた線の上をミシンで縫っていきます。裏生地側も同じように縫います。そしたら先ほど縫った縫い代部分を中央に持ってきて、端を三角形に折り、縫い代部分をアイロンで開き押さえます。あき止まりの上までしっかりと型をつけておきます。反対側も同じようにアイロンで割っていきます。4箇所とも同じように処理したら、今度はまちの部分を作っていきます。三角形に折った部分が左右対称になっているか今一度確認したら、上から3センチのところに線を引き、6センチのまちを取っていきます。4箇所とも同じようにまちを取っていきます。まちの線をミシンで縫っていきます。先の方は1センチほどを残し、ハサミでカットします。4箇所とも同じように処理します。まちの部分がこんな風に縫い上がりました。そしたら表生地の方だけを裏返し、裏生地部分を中に入れ込んでいきます。袋口の部分を合わせながら待ち針で留めていきます。反対側も同じように留めていきます。待ち針で留めたらずれないようにしつけ糸で周りをざっくりと縫っておきます。反対側も同じようにしつけ糸で留めたら、袋口の両端にこの字にステッチをかけていきます。ここが今回の一番のポイントになります。押さえの目盛りをガイドにしながら、端から3ミリぐらいの幅でステッチをかけていきます。途中で糸は切らずに一気にこの字にステッチをかけていきます。まずはあき止まりの先までまっすぐにステッチをかけていきます。そしたら針を刺したまま押さえのレバーを上げ、
方向転換をします。再び押さえのレバーを下ろし、生地の端を揃え、そのまま数針針を進めます。再び針を刺したまま方向転換をします。あとは生地の先を揃え、最後まで縫います。こんな風にこの字にステッチが入りました。反対側も同じように縫っていきます。両方とも同じようにステッチが入りました。最後に袋口の部分を折り、紐通し部分を作っていきます。1センチ弱に1回折り曲げた後、さらに2センチ折ります。全体をアイロンで押さえ、形を整えたら、折り曲げた線の数ミリ内側をミシンで縫っていきます。これで袋口に紐通し部分ができました。最後に紐を2本用意し、左右両側からそれぞれ輪を作るように通せば完成です。こちらのアロハスイートチャンネルでは、入園入学グッズをはじめ、いろんなアイテムの作り方を紹介しています。その他に作ってほしいアイテムなどがございましたら、コメント欄からリクエストお願いします。また、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。皆様の作品が素敵に仕上がることを願っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。